んダージャーハオ、皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは言語交換で失敗したことがありますか？言語交換したことあるけど相手がずっと話してて全然勉強できなかったとか、そもそも何を話していいかわからないからすごくつまらなかったっていう人もいると思います。まあ皆さんの中には言語交換に興味あるけどまだしたことないっていう人もいると思います。でもですね、そんな人も絶対いつか言語交換すると思います。なぜなら無料でネイティブが言語を教えてくれて、しかもその人と友達になれるっていうもう最強の方法だからです。僕が昔台湾で留学していた時は多分僕の中国語の 35% は学校で65% は言語交換でできていたと思います。ゲームで例えるなら学校は文法の使い方とかそういうベーシックな使い方を学ぶ説明書で、言語交換は実際にそれを使ってみるゲームの場所みたいな感じです。皆さんが知っているように実際に使った方が早く成長できるんですよね。でもこの言語交換やってみると結構続けるのが難しいんですよ。仲良くなったと思ったのに一回言語交換したらもう連絡取れなくなったとか、そういう悲しいことも起きます。僕が台湾で言語交換した時はなんかその時は将来の家族について話してたんですよ。将来結婚したいとか何歳くらいで結婚したいとか、そういう話をしていました。でその時僕が子供3人くらい欲しいなって言おうとしたんですけど、間違えて将来は妻が3人欲しいですって言っちゃったんですよ。急にその日から連絡来なくなったよね。まあ皆さんもそういう失敗は正直これからすると思います。僕もそういう経験をしながら、じゃあどうやったら楽しみながら言語交換を続けられるかを探してきました。少しでも皆さんの苦しみがなくなればいいなと思います。言語交換って実際に会ってやるものとアプリとかオンラインでやるものがあるんですけど、今日はどちらでもできるものをメインで話しますが、対面でしか使えないものもあると思います。また後でオンラインだからできるものも紹介したいと思うのでチャンネル登録して待っていてください。言語交換を続ける方法1つ目、それは楽しい言語交換をする。おい、このチャンネルももう終わったな。そんな猿でもわかることを聞きに来たんじゃないんだよっていう声が聞こえますよ。でもガラスのハートを捨ててちゃんと聞いてください。じゃああなたはどんな時に勉強をやめたくなりますか？それはつまらない時。相手も一緒で皆さんと一緒にいる時につまらないなと思ったらそれは終わりです。オノマップ絶対に許さない。これは炎上だ。おい、火を持ってこい。ちょっと待って、今年最初の動画で炎上させないで。こんなことは言ってますけど、今のは全部僕の昔の話ですね。言語交換って最初自己紹介をするじゃないですか。その後、今日はどうやって来たの？へー、歩いてきたんだ。それはちょっと大変だったね。もう何話すの？どうやって言語交換するの？僕は全然わかりませんでした。その後いろいろな方法を試したんですけど、一番良かった方法は、最初簡単にいろいろ話して、で話すことがなくなったらゲームをすることです。言語をあまり話せなくてもトランプを使えば遊んで仲良くなれます。そういう楽しい時間を過ごしていると自然と仲良くなるし、そういう時に出てくる表現ってすごく貴重です。例えば相手に勝ちそうだったのに自分が負けた時はおいお前ふざけるなよっていう冗談、表現を使うんですけど、そういうのってすごくお互いの距離を縮める言葉なのにあまり聞く機会ってないんですよ。だから言語交換をしてしっかり勉強するぞっていうよりは最初は楽しむっていうことがメインの方がいいと思います。あとなぜか不思議で仲良くなった後って結構いろいろ話せるんですよ。皆さんも友達と意味ない話をしていても全くストレス感じないですよね。だから気持ちもすごく楽になります。他の言語交換のやり方は説明欄にロレッタさんとのコラボ動画のリンクがあるので後で見てください。言語交換を続ける方法2つ目、恋愛的な気持ちにさせない。
これ僕も一番気をつけてるとこなんですけど、仲良くなりすぎちゃうとだんだん好きになったり好きになられちゃうパターンがあります。もちろんお互い好きで付き合うのはすごくいいと思うんですけど、一番最悪なのは一緒に言語交換をしているいいパートナーだったのに恋愛感情のせいでもう一緒に勉強できなくなることです。でもこれ意外と本当に多くて、僕が台湾にいた時は彼女がいたので言葉とか行動とかすごく気をつけていたんですけど、これが原因でもう会わなくなっちゃったことがありました。自分もほとんどカフェにしかいなかったし、彼女がいるって言っていたんで大丈夫だと思ったんですけど、人の感情って難しいですよね。でも本当にお互いが好きだったら付き合うのはすごくいいと思います。僕は台湾で男の親友と夜遅くまで僕の部屋で一緒に話していたり、一緒にインターネットで知らない人と話してみたり、怖い映画を2人で一緒に見たりしたので、もしパートナーができたら絶対言語能力が早く上がるなっていうのはすごくわかります。でも僕みたいに言語交換から親友を作るのもすごくいいと思います。言語交換を続ける方法3つ目、自分のレベルに合った人を探す。実はおすすめは自分のレベルと同じくらいの人を探すことです。さっき話した僕の親友は初めて会った時、ほとんどお互い言語を話せなかったです。僕も右っていう言葉もわからなかったので、うっていう風にボディーランゲージで伝えていました。もうあとは単語帳を開いて、あまり発音もできないのに頑張って発音してそれを伝えようとしていました。でもそういうのを続けた結果、僕も彼も今ではどっちの言語でも全然話せます。お互い同じレベルだから自分も頑張ろうって思うし、相手のこともちゃんと聞いて理解しようとします。ただもしこれから留学するっていう人はちゃんと話せる人も見つけた方がいいです。僕は引っ越しとか銀行とかそういう自分ではできないことを友達に手伝ってもらったので、ちゃんと難しい話もできるレベルの人もいた方がいいと思います。でも一番言語能力が伸びるのは同じぐらいのレベルの人です。ただこの時に注意してほしいのは、お互い自分の話ばかりすると続かないということです。お互い勉強できるって思うからすごく楽しいし続けられるんですけど、自分が相手の言語ばかり話していたら相手はつまらないなって思ってしまいます。ですので僕の場合は1時間ずつ日本語、中国語を言語交換しました。例えば中国語で話している時はわからない言葉があっても中国語だけで説明したり調べたりして勉強していました。こういう風に相手も勉強したいんだっていう気持ちを考えてあげるとどうすればいいかなっていうのがわかると思います。今日は言語交換を続ける方法を説明したんですけど、どういう言語交換があるのっていうのは説明欄にあるロレッタさんとのコラボ動画を見てください。皆さんがこの1年幸せでありますように。ありがとうございました。タメ口モード。久しぶりにタメ口モードしてっていうコメントがあるからするね。今年俺がすぐにやらないといけないなって思うのは厄払いかな。日本には年齢によって不幸になりやすい年があって、それが俺の場合は去年でその年を厄年っていうの。実はその厄年の前後1年間も前厄後厄って言って不幸な年になるから厄払いが必要なの。正直全然信じてなかったんだけど、2年前の前厄の時、最初厄払い行かなかったら本当に悪いことがたくさん起きたんだよ。だから去年の厄年はすぐ行ったし、今年の後役もすぐに行く予定だよ。実は厄払いの動画去年作ったから、興味がある人は説明欄から見てね。じゃあまたね。